これは5.5ミリ。5.5ミリで、耐水。で、FRP は、マットかな。マットを。ギザギザのやつ。はい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 。5.5ミリでいけるんですね。5.5、4ミリだって大丈夫。4ミリでもいけますか？フレームもベニヤ。これは板。こっちはベニヤ。この木って何使ってるんですか？抜き。抜き。うん。抜き材？抜き材の2センチか？FRP はポリエステル。ポリエステルですね。この塗装は車用の板金が使う塗料。これはね、マリナとかそういうとこから買った方がいい。これね、硬いんだよね。ひびが入るんだよ。これ水道パイプ。これ黄色もやっぱこれ太い木なんだ。少し。大体あれだよね。4センチか4センチぐらい。何材なんですかこれ。なんだっていいんだよ。どうねえはずで。もうそこはこだわりがないんですね。キールの前のステムっていうのかな。ここもこれベニヤなんですか？違う、それは木。それを切り出したんですね。そうそうそう。一応ね、この幅とね、この幅はね、はい、曲がるところまではね、一緒なんです。ここからその辺が一番重要なんですよね。曲げるのに。なるほど。これベニヤって曲面になるというか難しいですよね。3D で曲がっていくのは。で、膨らんじゃうんだよね。そうですよね。うん。それはだから、こう膨らんだ足りないところは、切って足すの。船の長さと幅と深さ。深さで。それを五角形にすれば、できるんです。五角形？五角形。1。こういう五角形なの？そう、こう1、2、3、4、5。五角形。だから船は五角形だから。それと長さ。まだトランサーマーの高さを上がってで切り込んでつける。これ S だから出るのがいいよね。水入りが内側しかね。あと船として興味深いのはこのチャインがすげえ張ってるのが。これはそうそう水切りで作っといて、ガラスが張る前に三角でこう作っていく。そうですね。これ狙った通りここで水を落としてるんだね。こういってまっすぐにする船と、こういって内側にこう少し入れるし内側に。そうするとその内側に入ったところから、上のこっちは不安定になるわけだよ。普通まっすぐだったらまっすぐに抵抗がかかってこう下へこう。そうですね。力があるわけだけど。切れば切るほど不安定になる。そうですよね。頭でっかちになるわけですからね。みんな素人の場合作るときにはこれを切りすぎるんだよね。絞っちゃう。下を絞っちゃうってことですよね。そうするとこうバランスが悪くなる。でなるべくこういうのをくっつけると水とかなんかが跳ねるときに不安定になってくるわけです。ビューっとこう水がスプレーが出て。そうとこれだと下にこう水がはじく。安定性も良くなる。普通はこれはなくてここがなくて。こうなってんだよね、船が。そうですね。そういうのもありますね。ここで平らになってるんですよね。売ってるボートですよね。そう。それから下がってるんだよね。だけど、めんどくさいでしょ？へっこませるの難しいですよね。へっこまして、切り込むのが難しいですよね。難しいでしょうよ。この分、ほら、なんと工夫しなきゃしょうがないから。だったら、このまましたところに三角くっつけた方が。そうですよね。やっぱ少しこう傾けてありますか？いくらか。こっちはあまり傾いてないのか、ほぼまっすぐなんですかね。まっすぐ。経済に意外だよ、やっぱり。あんまり下をこう切ると、この分入れば浮力が増すから、その分安定性も悪くなるよって。なるほど。平らなの方が安定はあるんですね。安定はあるけど、走りが悪い。水切りが悪くなる。これトランサムイスだから、ここからだから450。450で、厚さ的には、これ、ベニヤをどんどん重ねてってますか？そう。これはあれ、これはベニヤの中に、板を入れて。なるほど。黄色がフラットになってる、こっちは。向こうは完全な V で。これは幅わざと取ってやるの。なるほど、なるほど。狭いとほら、安定性が悪い。そして最初にそのフレームを並べて、
この外板を貼って、FRP でペタペタする感じですね。そうそうそう。キールと、チャインとガンネルを先に作るんですか？ガンネル、そう。まあ、で、この五角形を最初に作るわけですよね。で、この場合は、ここにも板が入ってるんですね。そう。ベニヤのやつで、はい。ベニヤで入れちゃう。うん、なるほど。幅広く。はい。たわみ防止というか、いうことですよね、面積を。これも内側に切り込み入れとくんですよ、こうやって。バラバラにならないように。で、後で外せるように。後で、削ると、全部切る大変なことになってしまうから、もう最初にもう。ノコギリの刃全部入れないで。いや、全部入れちゃっていい。全部入れちゃうんですか？こう、スポーンと。部分的に繋いでるってことですね、ところどころ。そう。そして、これって止めてるときって、これ多分ビス打ってますよね。そう。ビスは最後抜くんですか？これはこのまま打ち込んで、最後埋め殺しちゃうんですね。そう、これを今度ほら、ガラス繊維で。上からやっちゃうと。この時は接着剤とか入れてるんですか？入れないで。で、結構丈夫だからさ、固めちゃうと。なるほど。大体12ミリの板ンパだから、よっぽど気をつけないと割れちゃうから、そうですね。少し穴を開けといて。この辺の辺から曲げようとしているから。ですね。カーブと。難しい。つなぎ目。曲がんねえんだよ。もうフレームの時点で、中の骨をそれなりに作っといて、それでこうくっつける。タイヤ式。それはスロープの時に、なるほど。そのままガラガラガラといって、そのまま引っ張って上がってくればいい。これつけてスピードが落ちた感じとかするんですか？まだ全然関係ない。このキャスターも普通にホームセンターで売ってるようなキャスターなんですか？で、これも自作ですか？自作。すごいですね、これ。みんな自作。できた？給食の蓋かな。給食の蓋ね。そう、給食の蓋と同じじゃない。これ、あったからね、作ったんだよ。素晴らしいですね。小型船舶の会社が来た時に、して言われたのはね、デッキはね、普通は平らなんです、こう。ところが、これ、荷物乗せるのに、へこましたでしょ？そうしたら、ここに、早く言えば、排水口をつけるっていう。ここで浮かした時に、ここに水が来たら、この高さを、取りなさいってことで、だけど取れない場合は、内側にこれを設けるっていう。なるほど、なるほど。水が入って打ち込まないようにね。で、これ後から追加したんですか？そう、追加。今まで何点も作ってきて、こう、どっか割れたりとか、なんか、こう、致命的なのってありました？今まで他で経験してか、他のもので。なるほど、なるほど。ボート以外で。だんだんこれ完成して、なるほど。完成品だから。これまでの経験が生かされてですね。